こんにちは、こだまです。今回飾るのはこちら PB 戦士101武者 F91 です。 F91 って素晴らしい当て字ですよね。このキットは子供の頃作ってないはず。どんなキットかな。早速見ていきましょう。このキット発売は1992年で価格は550円。武勇形態と強化形態2種類の鎧を付け替えることができます。それでは開封。このキットは新品ではなく組み立て済みのものを購入しています。見た感じだいぶ古そうなので投資品かもしれないですね。内容物はランナーが3枚、ポリキャップとシール、そしてスプリングが2つ、説明書が付属します。兜のクワガタなどはメッキパーツになっています。スプリングはビームランチャーと玄明の弓の発射ギミックに使用します。説明書にはコミックワールドのほか F91 たちのたどる道筋などがわかる地図なんかもあり、設定や物語を読み取ることができる充実した説明書になっています。組み立て済みのジャンク品ですが、ほぼ全てのパーツが揃っていましたね。たださすがに弾丸のパーツは欠品していました。なくなりやすいパーツなのでこれは仕方ないですね。むしろ玄明の弓の矢のパーツが残っていることがありがたいです。それでは武者 F91 の紹介を。F91 は新 SD 戦国伝地上最強編の主人公の一人です。SD 戦国伝は前作天下統一編でストーリーに一区切りがつき、地上最強編からは新 SD 戦国伝となり、新たな物語が始まります。世界観としてはつながっていますが、天下統一編からおよそ100年の時が経過しています。地上最強編は4部構成になっていて、白竜ガンダムたちのエイブラム、武者 F91 たちのアーク、アシュラガンダムたちのアルビオンでの物語が描かれた後、それぞれが集結する最終章へと向かっていきます。構成としてはドラクエ4みたいな感じですね。新 SD 戦国伝地上最強編第2章オロチビグザムの襲来。かつて大将軍によって統治されていたアークの国。ある日、赤い十字星が輝くとともに巨大な竜巻が襲来し、アークの国は壊滅状態に陥ってしまいます。治安の悪化したアークの国。フロンティア村に住む若者武者 F91 とその仲間たちは村を守るために立ち上がります。採掘した金を運んでいたネオジェガンは略奪集団モサ一族に襲われ、91たちに助けを求めます。91たちは急いでバビロニア山へ向かいモサ一族と交戦。すると激しい戦いの途中でバウンドドッグが割って入り、金の中からニキ玉を奪い山頂へと逃げていきます。このニキ玉はオロチビグザム様のものとする。91たちが山頂に向かうと、そこにいたのはバウンドドッグと竜巻の元凶オロチビグザム。苦戦をする91たちですが、謎の声に導かれて完成したグレートバスターキャノンによりオロチビグザムを倒します。謎の声の主はネオジェガン。その正体はガンダム大皇帝に仕える光の三人衆の一人でした。ネオジェガンは封印されていた洞窟の扉を開き、91にニキ玉を託します。洞窟の先で91たちを待つものとは。武者 F91 は自作伝説の大将軍編では烈光ガンダムとなり主人公を務め、新生大将軍へと出世します。そしてその後の物語では息子の武者ビクトリーや武者ゴッドマルも主人公になるなど、91は新 SD 戦国伝で重要なキャラクターになりますね。ここら辺はレジェンド BB でもキット化されていて、めちゃくちゃかっこいいのでおすすめですよ。
それと91は武者ガンダムの中では非常に珍しい左利きという設定があります。モチーフは名前の通りガンダム F91 ですね。キットの方を詳しく見ていきましょう。まずは軽装タイプ。可動箇所は頭部と腕が軸接続で回転します。足はボールジョイント接続。多少表情付けに動くかな。構造としては当時の BB 戦士の標準的な作りって感じですね。左手をよく見ると右手とは違うディテールがあります。どうやらこれ指輪らしいです。BB 戦士ナンバー101ということで、当時流行ったドラマ101回目のプロポーズから連想してるとの話です。鎧を装備させて武勇形態にします。背中には玄明の弓。左利きなので刀の鞘は右の腰に装備されます。白が基調の武勇形態。ヒロイックでめちゃくちゃかっこいいです。主人公感がありますよね。次に強化形態にします。兜がリバーシブルになっている面白い構造です。前後で印象が全然違いますね。この形態は機動力やジャンプ力が向上した高速機動形態です。顔のマスクや肩のフィンなど F91 モチーフらしい変化が見られますね。武勇形態もそうですが、色分けがかなり細かいです。こちらの刀はゴーラン剣。割とシンプルなデザインの刀ですね。光の盾。中央の2木玉はメッキパーツです。持ち手の接続箇所を変えることで装備した時の盾の向きを変えられます。玄明の弓。こちらも手に持たせることができます。そしてビームランチャー。両手で持つことができます。サイズが大きくて迫力がありますね。91の強化形態用の装備を取り付けて強化タイプです。玄明の弓とビームランチャーにはスプリングギミックがあり、それぞれ矢と弾丸を飛ばすことができます。かなりの勢いで発射されますね。ただ最近再販されているものだと安全のため柔らかいスプリングに変えられているはずです。91の幼なじみ。フルアーマーやヘビーのキットとは連動ギミックがあり、ヘビーのキットに付属する強化武具を装着することで91は最強形態となります。グレートバスターキャノンを再現する連動ギミックもあります。このキットだけでも十分楽しめますけど、他のキャラクターも揃えるとさらに楽しみが広がりますね。この武者 F91、このままでもとてもかっこいいんですけど、色分けの足りないところなど気になるところがあります。ここから工作をしたり塗装をしたりして
見本のようにかっこいい91に近づくように制作を進めていきます。うちにはジャンクの91がもう一人いるので、武勇形態と最強形態を並べて飾れるようにしたいと思います。制作を始めます。まず兜のくわ形が緩くてポロポロ外れてしまうのが気になります。なんでかなーとパーツを見てみると、深く差し込めないように突起がありました。ここは特に必要がないと思うのでカットしてしまいます。これでしっかりと差し込めるようになりました。それから鎧のパーツもポロポロ取れてしまいます。これも鎧のパーツに突起があり、深く差し込めないのでこれもカットします。なんでこんな作りなんですかね。他のキットとの連動とかで使うのかな。ちょっとよくわかんないです。もしかすると後から困るかもしれません。その時は何か考えます。次に兜を装備した時に緩いのが気になるので改造します。頭の方にポリキャップを設置します。使うのはウェイブのポリキャップ 4mm のものです。こんな感じで設置しました。これでしっかりとかぶれるようになりました。弦命の弓も羽が外れやすいのでポリキャップを設置します。ここには 2mm のポリキャップ、箱型にして設置します。いいですね。箱絵のように飛んでいるようなポーズで飾れるように足に可動を追加します。パーツをカットして可動するスペースを確保して、ホビーベースのボールジョイントミニを設置。かっこいい。腕に軸可動を追加します。手首のところでカットして、片方にはポリキャップ、もう片方には真鍮線を設置します。武器をかっこよく構えられるようになる効果的な改造です。地味なところですが、箱絵などを参考につま先を少し削りました。完成した後に思ったんですけど、つま先が分かれないようにしてもよかったですね。元のキットだと足袋のような感じになっています。次に合わせ目消しをします。古い BB 戦士なので合わせ目がたくさん出ます。プラスチックを溶かす接着剤のタミヤセメントを接着面にしっかり塗って接着。乾燥後、ヤスリをかけて接着跡をきれいに整えます。ヤスリをかけて汚れてしまったパーツを超音波洗浄機で洗浄します。パーツが乾燥したら塗装に入ります。今回使用した塗料はこちら。いつも通り基本はクレオスのラッカー塗料を使い、一部塗り分けにタミヤのエナメル塗料を使います。まずは白。白いパーツに白を塗っても動画だと塗れているかどうかよくわかんないですね。
メインカメラはスカイブルー、鮮やかなブルーです。グレーは適当に調色したものを使います。黒と白とサーフェイサーが混ざっているはずですが、秘伝のタレみたいに継ぎ足しながら使っているので、もうどんな比率で混ざっているかはわかんないですね。塗装をするたびに光沢クリアで塗膜を保護しています。マスキングを剥がした時に塗料が剥がれてしまうのが怖いんです。でもこれで安心です。塗り分けるところをマスキングテープでマスキングします。マスキングテープを細かくカットしながら色を残すところをマスキングしていきます。マスキングテープの端は汚れていたりよれていたりするので、カットした綺麗な面を使いましょう。で、塗装をします。どうかな？はみ出したり濡れていないところがあったら筆で修正しています。このキットは塗り分け箇所がめちゃくちゃ多いので、ひたすらマスキングと塗装を繰り返します。いつかは終わるはずと思って頑張りましたけど、なかなか終わりが見えなくてしんどかったですね。腕と手の甲には複雑な模様がありますが、パーツにはモールドがありません。シールはあるんですけど、これは使いたくないので、マスキングと筆塗りで再現します。筆塗りはいつも極力避けているので全然上達しないです。でも頑張りました。金色のところはキャンディー塗装をします。下地はスーパークロームシルバー2。その上からクリアイエローを塗装します。好みの色味になるまで何回か塗装をします。いい金色になりました。光の縦の中央、奥まっているところはエナメル塗料で塗り分けます。エナメル溶剤は下地のラッカー塗料を溶かさないので、エナメル塗料だけを拭き取ることができます。エナメル溶剤を含ませた綿棒で拭き取ります。これは気持ちよくて楽しい作業なんですよね。奥まったところだけ塗料が残り、きれいに塗り分けられました。墨入れを行います。使うのはタミヤの墨入れ塗料。これも薄められたエナメル塗料なので、余分な塗料は後で拭き取ることができます。これもほぼ失敗がない作業なので、ただただ楽しいだけです。エナメル溶剤で余分な塗料を拭き取ります。モールドがくっきりしましたね。最後にツヤを整えて完成です。さあ、幸せの時間です。まずは珪藻タイプ。手と腕の塗装、うまくはないですけど満足してます。ここは頑張った。鎧を装備させます。武勇携帯、めちゃくちゃかっこいい。頑張りが報われます。刀の鞘、資料がなくて配色が分かりませんでした。
烈光ガンダムや他の方の作例を参考にさせていただいて塗装をしました。シャキーン。塗り分けられた刀はたまんないですね。次に強化形態。そして最強形態。これもめちゃくちゃかっこいいです。幸せ。こちらは光の盾。刀同様塗り分けられた盾もたまらんですね。ビームランチャー。これも塗り分けが大変でした。このキット、これまでで一番塗装が大変だったかもしれません。でもやっていると少しずつ完成に近づいていくので、ワクワクする気持ちも持ちながら作業ができました。大変だった分、とても満足感があります。いやー、頑張った。最後に僕が気になった SD ガンダム関連のことについてお話ししたいと思います。まずは食玩系。1月にビットロットガンダムが発売しています。デフォルメの稼働するパイロット系フィギュアって珍しいので、アムロとシャアは絶対買おうと思っていたのですが、まだ買えていません。お店で見かけないんですよね。でも買うつもりでいます。それからモビリティジョイントシリーズはボリューム9が発売しています。今回はゼータガンダムのモビルスーツですね。ゼータは拡張パーツを使うとウェイブライダーにできます。ちょうどゼータガンダムを見たところなので、今回はより欲しくなっちゃいますね。100式もいいな。新しい食玩シリーズ、ガンダムスペリオルディファインが発表されています。発売は2025年の夏頃の予定となっています。アーティファクトの SD 版みたいな感じかな。どれも造形がめちゃくちゃかっこいいんですけど、僕はやっぱり武者ゼータに目がいってしまいますね。このまま飾ってもいいですけど、塗ったらもっとかっこいいんだろうな。塗り分けは大変そうですけど。あとランダムでシールも付属するみたいですね。6月には僕ら世代に刺さる元祖 SD ガンダムスナックが発売されます。こちらにもおまけとしてシールが付属します。これ刺さるわ。集めたくなるな。ブロック感覚で遊べる新しいフィギュアシリーズとしてブロックロスが発表されています。こちらは組み立てトイとなりますが、ガンプラを展開するバンダイのホビー事業部ではなく、トイ事業部が展開する商品です。元祖 SD と同じですね。開発者のインタビューによると、バンダイでブロック玩具を作るとどうなるかというところから開発が進められたようで、各パーツを組み替えて遊べるものになっています。やっぱり武者ガンダムがラインナップされているのが目を引きますね。第2弾ではユニコーン、エアリアル、ジークアックス、そしてナイトガンダムが予定されているとのことで、今後の展開が気になります。4月15日に SD ガンダムヒストリア新 SD ガンダム外伝編が発売します。SD ガンダムシリーズのストーリーやキャラクターを紹介する書籍、SD ガンダムヒストリアの第3弾ですね。今回は新 SD ガンダム外伝3部作と SD ガンダム聖伝が紹介されています。魔竜剣士ゼロガンダムとかが登場するところですね。僕は BB 戦士中心に SD ガンダムに触れていたので、ここら辺はよくわからないんですよね。これを機にストーリーやキャラクターを把握してみたいですね。3月15日からサンライズワールドデフォルメロボットフェアがサンライズワールド4店舗で開催されています。オリジナル商品を購入したり、展示などで楽しむことができるみたいですね。地方民からするとこういうイベントはなかなか参加できないですね。ガンプラでは新商品としてザクプラくんとシャーザクくんのキットが発表されています。発売はそれぞれ2025年の5月と6月。これは買いますね。
買ってガンプラくんと並べます。以前イベント限定で販売されたザクプラくんは茶殻を使用した特殊な素材が使われていましたけど、今回は普通の PS 素材になっているみたいですね。それとランナーバージョンを再現するパーツも追加されています。このシリーズめっちゃ可愛いんでどんどん充実していってほしいですね。それから昨年11月に開催された魂ネーション2024でスーパーオーキスと合体したグレートガンジェネシスが参考展示されていました。正式に製品化が発表されたわけではありませんが期待してしまいます。個人的にはどっかでカオスガイアの再販もお願いしたいです。買えてないんだよ。MGSD ではガンダムエアリアルが発表されています。発売は今年の8月が予定されています。ギミックも豊富でめちゃくちゃかっこよく飾れそうです。欲しい。あと昨年11月にはエンドレスワルツ版のウィングガンダムゼロが発売しています。こちらもめちゃくちゃかっこいいですけど人気キットなのでなかなか入手できないですね。そしてヒーローズの新商品が3種発売しています。キャプテンクアンタ、ガンダムアストレアタイプ B、タイプ F です。こちらは発表時に3体揃えた時のギミックが示唆されていましたが、3月12日 SD ガンダムの日に YouTube の生配信でその詳細が明かされました。それがこちら。3体が合体してリアル体型の巨大ロボ、ジェネラルフォートレスとなります。かっこいいですよね。で、これがめちゃくちゃでかいんですよ。MG のガンダムより大きいということで、かなり迫力がありそうです。なんか戦隊ヒーローの合体ロボみたいな存在感を感じます。こいつが出たらもう終わりみたいな。生配信では他にも興味深い話がたくさんありました。ガンダムベース東京チャンネルのアーカイブで見れるので、ぜひ見てみてください。今後の展開、典礼みたいなのもありましたよ。個人的には宮内さんがまた自身の妄想設定の話をされていて、それが好きでした。あれずっと聞いていたいわ。それでは今回も動画を見ていただきありがとうございました。またお会いしましょう。こだまでした。